こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、カラカラウオカラカラマックスバージョン2を10個食べたいと思います。1個食べたいめっちゃ辛そうなパッケージですよね。これでも実は私自分で Amazon で買いました。たまに辛いのに挑戦してみたくなりますね。じゃあ作っていきたいと思います。こちらがカラカラウオです。豚骨魚介激辛です。麺どころ井の章さん監修です。袋の中身は麺とスープと後入れ粉末で液体スープ、おネギなどを切ります。器に温めた液体スープと粉末スープを入れます。なんかスープが粉末の時点ですごい色してますね。はい、スープが真っ赤ですね。スープの中に茹でた麺を移します。赤い油の下はちょっと豚骨スープっぽい色してますね。で、好きなトッピングをします。チャーシュー、メンマ、卵、そして後入れ粉末スープを入れます。赤いですねはい、砂場の山みたいになってますね。おネギと海苔をトッピングしたらじゃん、完成です。いや、ちょっとね、私が注文した時の想定以上にちょっと辛そうでちょっとだけビビってます。重さが器を入れて 6.2kg なので器の重さを引いて 5.3kg です。私ね、結構海外の辛いもの食べてきとるから、日本語ってなんだかんだ言って結構美味しく食べれるレベルの辛いものが多いんですよ。だから今回もそんなレベルかなって思ったけど、ちょっとなんかスープの色とか見たらちょっとやばい感じがしています。いただきます。意外と食べてみたらそうでもないかもしれないですしね。カラカラを昔食べたけど結構辛かったんですよね。でもそれから結構私辛いの強くなってますからね。これやばくないですか、この粉。何でできてるんだろう。最初はこれを避けて食べてみようかな。避けられついとるんやけど。いや、避けてもね、スープの色は赤いです。結構辛いですね結構辛いでも麺はね、結構美味しいで歯応えあって縮れ麺でこの粉末を溶かさなくても結構辛いんやけど、やばい、一口で熱くなってきた。ちょっとこれをそのまま食べてみようかな。あ、この粉そこまで辛くないのかも。いや、辛いかな。もう最初に辛いの食べちゃったからもうよくわかんなくなってきてる。もうなんかね、一口で唾液がすごい口の中で。うわいや、でもスープはこんなになりますよ、ドロドロに。こんなんですよ。ちょっとやばかったなこれでもいろいろトッピングしてあるから、それとかと一緒に食べたら結構いけるかもしれない。美味しいは美味しいですよ。結構ね、うまみもあります、ちゃんと。でも辛い。海苔と一緒に食べたら辛くなさそう。ちょっと辛いのが紛れるかな粉末がさ、めっちゃ辛そうだったけど、もともとのスープが辛い系、もうなんかよくわからん。これを混ぜた後、なんか魚粉っぽいですね、この粉末は。めっちゃ辛い。マジでやばいこれいや、でもなんか韓国の辛いラーメンとかとは違う辛さですね。なんか口の中がヒリヒリする。卵って結構ね、中和されますね、辛いのがね。美味しい。でも辛いラーメンって結構具材と一緒に食べると辛さが紛らわせれます。でも結構うまみとかもあるから美味しいですね。豚骨です。豚骨の辛いやつです。くちゃって飲んでも全然辛いの取れないんですよね牛乳がいいって言いますよね。ここね、粉末めっちゃついてる。これもこの粉末辛いかも。辛い。牛乳なんか辛くて逆に鳥肌が立ってきためっちゃ辛い。ちょっと最近日本の食べ物ちょっと侮ってましたコンビニとかで売ってない時は、コンビニ売ってたのかな、どうなのかな、あんま売ってない気がするんですよね。ネットで買ったから私。やばいですこれ辛い、これ辛い。私
私結構ねこれスープわざとあんま熱くないのにしたんですよ。熱いの食べれんから。それでもなんかめっちゃ汗かいてきた。でもなんか辛すぎて鳥肌も立ってるあ、ちょっと久しぶりに辛いです。口がめっちゃ痛いです。ちょっとね牛乳がないんで豆乳をせめて用意してみます。でも口がねマジで痛いんですよねしかも冷えてて美味しい。豆乳とか牛乳ってやっぱ中和するかもしれない、辛いのまだこの真ん中にこの辛い山が残ってるっていうのが怖いですよね。ドラゴンボールでフリーザがまだ最終形態があるんだぞって言った時ぐらい怖いですこれを溶かした時どうなるのかなっていう。今の時点で結構限界辛いのに。でもなんか溶かさんかったら美味しくなってきたかもしれない。スープ自体は美味しいし麺も結構美味しいんですよ。豚骨の感じでただ辛いの辛いみたいなねこれはでもだんだん食べていくうちに辛いのがちょっと収まってくる辛さかもしれない。なんか罰ゲームみたいですね、この赤い粉末。すごいスープがねドロッとしてね本当に辛そう辛いな麺にねスープが絡みつく感じが増しますね。魚粉っぽいからちょっと韓国の辛いラーメンと感じが違いますね。でもこの粉末がね溶けてないところをちょっと今食べたいけど全然味違います。なんかもう麻痺してきてもう変わらんような気がしちゃったけど改めてこっちを食べると辛くないんだなっていうのが分かります。めっちゃ辛いこれは久々辛いです。そうだ、スープが入らなかったからお湯を 500cc 減らしたんですよね。ちょっとね今更ながら増やしてみようかなしたらもうちょっと食べやすくなるかも。薄めるとまあ分量通りですけどね。これで 500g 増えます。辛い。でもめっちゃ本当にちょっと私分量より濃いスープで飲んでたんだ。そっかそっか。ちょっとドロッと感が薄れました。食べやすくなった。さっきまでめっちゃ辛かったから私の最初の辛さを味わいたい人はお湯を減らして作りましょう。最初は辛いからなんかすごい食べやすく感じる。結構ね器にねスープが入りきれなかったりするんですよね。だからね濃い味で食べるときたまにあります。チャーシューです。チャーシューもちょっと赤っぽく染まってます。やばい。多分この普通の分量で作っても辛いのかもしれんけど最初に辛すぎるのを食べちゃったけ結構ねいけます辛い。でも定期的になんかね豆乳飲まんとね口の中が辛くなって飲みたくなりました豆乳を。お腹の中がねカッカしてきました。もうなんかむっさ辛いむっさ辛いです。なんか初めて使う言葉やけどなんかもうなんかめっちゃとかじゃなくてなんかむっさ辛いです。自分でも何言ってるかちょっとよくわかんないです。はい、最後の卵ちゃんです。でチャーシューの最後です。もうね魔女のスープみたい
様でした。はい、辛辛うはね、想像以上に辛かったです。でもなんかたまにはね、こう辛い辛いって言いながらこう辛いものを食べるのっていいですよね。でもちょっと辛すぎたかな、私には。でもなんかスープ自体はね、豚骨の味で美味しかったと思います。そこにね、辛い粉末が溶かして、まあ、粉末って自分で調節もできるから、私みたいにね、全部入れなくてもいいかなって思います。まあでも辛い食べ物っていいですね。辛辛うはとっても辛いけど、興味のある方は食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。